鳥類には様々なつがいの形があります。一夫多妻、一妻多夫、一夫一夫などの種があるのですが、中でも一夫一夫のつがいの絆はとても強い種が多いようです。例えば、雁の仲間がそうです。雁の仲間は渡りをすることで有名ですが、雁のつがいの片方が怪我をして飛べなくなり、渡りの季節になった場合、相手に寄り添い、そのまま渡りをしない例が観察されているようです。中には一度飛び立ったものの、戻ってきた例もあるようです。それだけ雁のつがいの絆は深いのです。そこで今回はカナダ雁のつがいの話をお伝えします。健やかなる時も、病める時も、共に一緒にいることを望むカナダ雁の姿に心温まります。アメリカ・マサチューセッツ州のニューイングランド野生生物センター近くの池に住むカナダ雁アーノルドがうまく歩けないのを知ったスタッフが調べたところ、2カ所骨折していることが分かりました。アーノルドをクリニックに運び、手術を行おうとしたところ、ドアを叩く音が。アーノルドのパートナーであるメスのカナダ雁は、なんとかアーノルドの居場所を突き止め、このクリニックにたどり着き、中に入れてほしくて、病院のドアをくちばしで叩いたのです。ニューイングランド野生生物センター、ケープコッド支部近くの池に住むカナダ雁のアーノルドが、足を引きずっていることに気がついたスタッフがチェックをしたところ、2カ所骨折していることが分かりました。アーノルドはそのままクリニックへと運ばれていき、すぐに手術を受けることになりました。ところが、クリニックのドアをコンコンと叩く音がしました。スタッフが確認しに行くと、そこにはアーノルドのつがいであるメスのカナダ雁の姿がありました。彼女はなんとか自力でアーノルドの居場所を突き止め、クリニックの中に入ろうとしたのですが、入ることができないことに動揺していたようです。パートナーに見守られながら手術を受けたアーノルド。彼女の気持ちは痛いほどよくわかりますが、手術に立ち会わせるわけにはいきません。そこで病院スタッフは、彼女が見える位置でアーノルドの手術を行うことにしました。アーノルドの手術中、彼女はずっと窓の外からアーノルドの手術を見守っていました。同センターによると、カナダ雁のメスは初めての患者の手術付き添いを希望した動物であり、彼女の希望に応えるため例外的に対応したとのことです。アーノルドが負傷した理由は、カミツキガメや他の捕食者に襲われた可能性があるとのこと。生存のためには手術が最善の方法だったそうです。ずっとクリニックから離れようとしない彼女に対し、スタッフたちは手術の後もアーノルドの治療やリハビリを出入り口付近で行い、彼女からアーノルドの姿が見えるように配慮を施したそうです。アーノルドが回復していく様子を見て、彼女も落ち着きを取り戻したようで、ドア越しに彼をグルーミングし始めました。と、センターは Facebook に投稿しました。2羽ともお互いの存在にとても安心しているように見えます。アーノルドが完全に回復するまでには、あと数週間かかるかもしれませんが、センターの配慮でガラス越しからでも一緒にいることができます。元気になり、また前のように仲良く2羽で池で泳ぐ日は近いことでしょう。カナダ雁は2歳で伴侶を見つけ、一夫一夫制でほとんどの夫婦が一生添い遂げると言います。愛情深いのですね。アーノルド夫婦の絆の深さはもちろんですが、センターの方々の優しさにも心温まります。一日も早くアーノルドが元気になり、パートナーと一緒に過ごせる日が来るといいですね。また、交通事故で死んでしまった夫を3ヶ月もの間、必死に探し続けるカナダ雁のメスがいました。カナダ雁のジュリエットは、愛する伴侶を交通事故により突然失ってしまいました。しかし、その事実が受け入れられなかったジュリエットは、仲間が去った後もその場に残り、3ヶ月もの間、亡き夫の姿を探し続けていました。
ジュリエットが所属するカナダガンの群れは、ここ3年ほどアメリカ・ジョージア州アトランタにあるショッピングセンターの駐車場で冬を越していました。冬の間ここを営巣地として卵を産み、ヒナを育てています。ところが、思わぬ悲劇が待ち受けていました。ある日、ジュリエットの夫が交通事故に遭い、命を落としてしまったのです。カナダガンは渡り鳥です。そろそろ移動する時期でした。ところが、仲間たちが旅立つ時にも、ジュリエットはついていきませんでした。一生添い遂げるはずだったパートナーが失われたことを受け入れることはできなかったのです。3ヶ月の間、ジュリエットは営巣地のそばを離れず、帰らぬパートナーを探し続けました。その様子を見た周囲の人々も皆胸を痛めていました。可愛らしくはあるけれど、同時にとても悲しい眺めなの、とジュリエットを見守っていた女性は語っています。ショッピングセンターのオーナーは、ジュリエットに水や餌を与えないようにと従業員に命じました。それは意地悪ではなく、そうすればジュリエットが仲間を追って飛び立つであろうとの考えからです。ところが、たとえ餌がもらえなくとも、ジュリエットはその場にとどまってパートナーを待ち続けることを選びました。その後、傷心のジュリエットにようやく救いの手が差し伸べられました。アトランタ野生動物救援センターが彼女を保護しました。見守っていた人々も胸をなで下ろしました。救援センターの職員は数日かけてジュリエットの体調をチェックしました。センターに移されたジュリエットは食欲もあり健康を取り戻しつつ過ごしました。体が回復したらあとは心です。そこで責任者のスコット・ロンギーさんはジュリエットを他のガンに合わせることにしました。ジュリエットに紹介されたのは1ヶ月ほど前に翼を怪我して保護されたオスのガンです。ジュリエットが職員に連れられてきた時、オスのガンはちょうどプールで水浴びを楽しんでいるところでした。それを見たジュリエット、しばらくはプールの縁で様子を伺っていたのですが、ついに自分もそこに入って一緒に水浴びを始めました。今のところとてもいい感じだ。彼らがこのまま仲良くなったら一緒に野生に帰す予定だよ。と、ロンギーさんは話しています。ジュリエットの最初のパートナーを取り戻すことはできませんが、新しい友達を作ることはできるかもしれません。そしてもしかしたら、また恋をすることがあるかもしれないですね。帰らぬパートナーを待ち続けていたジュリエット。パートナーの死を理解しているのかわかりませんが、これから元気に生きていってほしいですね。私たちと同じ、一歩一歩、お互いのパートナーを大切に思うことは素晴らしいことです。もしかしたら、一歩一歩の鳥たちの方が愛情深いのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。